こんにちは。このチャンネルはキャンプや車中泊で偶然出会った心地よい風景を撮影し配信しております。本日は昨年から始めたカヤックに似た乗り物パックラフトで春の景色を水面から楽しむため滋賀県の琵琶湖の方に向かっています。目の前には琵琶湖が見えてきました。琵琶湖を右手に見ながら進み、彦根市を通過し近江八幡市に向かいます。向かってる先は今年の1月にもパックラフトをすべく来ましたが、その時はとても強風で風に流されやすいパックラフトでは難しく、着水して5分で切り上げました。なのでここに来るのは2回目で、冬を越した春のこの穏やかな風景を想像しながら首を長くしてこの時期を待っていました。今回の格好は前回の秋とほぼ同じ格好で、パドルから落ちてくる水がパンツにかかるため、下は釣り用のウェーダー、そしてアウトドアサンダルを新たに購入。上は中にロンティーを着て、その上からワークマンのレインパーカーを着ることにしました。道具類は説明欄に掲載しておきますので、よろしかったらご覧ください。途中でどこかに上陸してお昼を取るため、防水バッグに最低限の道具を入れて持っていきます。パックラフトを膨らませます。グリーンコーンラフトのストレウスという型で、真ん中から前後に空気の導入口が分かれていて、2箇所から空気を入れていきます。最後にスケグと呼ばれるフィンを裏に取り付けて舵を取りやすいようにします。川はこう大回りしてるんで結構距離あるんですけど、車道で言ったらわずかな距離とか。そうして準備をしていると、同じストレースに乗られている方から声をかけていただき、ずっと和歌山県メインに行ってたんで、和歌山県にはだいぶカメラを見すぎましたあそこ行かれました？一枚岩のところ。あそこは何回か行ってます。どうですか？なんか小座川はいはいはい。とその支流の小川っていうとこですね。次回ですね。あそこどうでした？次に我々が川旅をしたい和歌山県の小座川のお話を聞くことができて、いろいろ情報共有をさせていただきました。5月、6月になると鮎が始まるんで、5月中が一番おすすめなんですけど。さあ行きましょう。おー、楽勝。この間とは大違いだわ。これは景色楽しめるよ。冬に来た時は着水した瞬間みるみる流されて全力で漕ぎ続けないと進行方向には向かっていけませんでしたが、
今日は非常に穏やかなので、とても景色が楽しめそうです。北海道の釧路湿原でカヌーやったけど、そんな感じ。似てるな、こんな感じ。車中泊パッククラスを買ってた。北海道のガイドってついてた方が良さそうだね。こっちにも来るの？内堀だけかな？あれなんだろう、巣かな。でかいねあれ。巣でしょ。いやあ、そうですよ。おはようございます。さあどうぞ押しましょう。もうちょっと前に。入ってきた。
は紐を引っ張ってくださいって書いてあるよ、緊急時の時に。じゃあ意外と地元でもさ、咲いてるのと咲いてないのがある、木によって。そうね。おー、最高。いいじゃん。あれかな、山の上の石垣。こうじゃない？うん、あれが白綿なのかな。また向こう戻ってからさ、ちょっと行かんと島に行けれんね。八幡城が見える開けた場所で小休憩をし、来た水路を折り返していきます。行きの景色とはまた少し違い、桜と石垣の重なり具合の微妙な変化で、とても華やかな街並みに見えました。ご乗車いただきましたお客様は
帰りも行きに通った水門を今度は反対の西の小川へ進んでいきます。前方で亀が甲羅干ししています。水鳥がいっぱいいる。こっちの方が静かなんだね。なんか通れるかな。あそこは怪しいぞ。目的地までの水路は3パターンほどあり、地図にある一番細い水路の方を選んで進んでいくと、カメラには映りませんでしたが、水鳥たちが群れでいる静かな場所でした。汚いの入ってきた。汚いたまった。行けました。アドベンチャー。吉野群生地帯から今度は人工水路を通って西の湖方面へ向かいます。船も絵になるね。ここからなんかちょっと風が出て、ちょっと持ってかれそうな感じ。まっすぐか、なんか2つ島あるでしょのどっちかいいよいいよ、とりあえず降りれそうなとこでどっちでもいいよ。お昼近くになって琵琶湖方面の西の湖に出ると風が少し強く進みが悪くなりました。一番近くに見えた上陸できそうなところを目指していきます。いけそう？浅い。いけるね。西の湖園地の南側に上陸しました。楽園ですね、これは。こちらは陸路でもつながっているので良い休憩場所になっています。北側に屋形船が停泊する場所がありました。桜と湖が見える場所でランチタイムです。
久々に食べるカップラーメン。食べないおしょっぺ。最近薄味が多かったから。あ、そうですか。健康的でいいですね。食後紅茶で一服したら園地内を散策してみることにしました。南北に2つの島があり、橋でつながれており、外からも陸路があります。駐車場やトイレはありません。西の湖は現存する琵琶湖最大の内湖で、この西の湖園地は西の湖のさらに内側に位置するので、大きな湖と比べて風の影響で比較的に水面の影響が受けにくいと予想されます。はい、ごちそうさまでした。何食べたの？カレーです。穏やかなひとときを過ごし、あとは出発した場所に戻っていきます。ゴールこのポイントに入水した時刻が朝9時で、到着したのが午後3時半になるので、約7キロの道のりを6時間半かけて楽しみました。それから私たちは近くの銭湯に行き、ここからちょうど琵琶湖の反対側になる北側の海蔵崎周辺の桜を水面から眺めるべく夜になってから向かいました。その様子は後編にてお送りしますので、よろしかったらご覧ください。今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。